はい、今回は楽天モバイルを海外で使ってみてどうだったのかって話をしたいと思います。楽天モバイルの最強プランって海外データ通信 2GB が含まれているプラン。ドコモのアハモなら海外で 20GB も使えるのでアハモが最強だって思ってたんですけれども、楽天モバイルとは全く仕組みが違うんですよね。アハモをメインで使ってきた私ですが、今となっては楽天モバイルだけでやりくりしているわけで、多くの人にとっても楽天モバイルの方が海外では向いている気がする。というわけで今回は海外における楽天モバイルの活用方法について詳しくまとめておきます。はい、今回の動画について最初にさっくりとまとめておきました。まず楽天モバイルを海外で使うにはどうしたらいいのか。日本での設定方法とか海外で使えるようになるまでの具体的な流れについて。続いて楽天モバイルを海外で使った時の通信状況について。通信速度や通信エリア、海外でもストレスなく使えるのか。万が一海外で繋がらない場合どうしたらいいのか。具体的な対処方法についても解説しています。あと、やっぱり気になるのがアハモと比較してどうなのかっていうところですよね。海外でアハモを使ってきた私が楽天モバイルを使って気づいたメリットデメリットは何なのか。結局のところアハモと比べてどうなのかって話だと思うんですよ。正直言ってしまいますと、私はすでにアハモから楽天モバイルに乗り換えており、海外では楽天モバイルだけで良いとも感じているので、その理由もお話しできればと思っております。携帯プランって非常に複雑であり、海外でも利用することまで考えるとちょっと一言では語り尽くせない部分も多いんですよね。というわけで順を追って詳しく見ていきたいと思います。はい、それではまず楽天モバイルを海外で使うまでの具体的な流れについて。楽天モバイルでは月額料金の中に海外データ通信 2GB も含まれているので、設定さえしてしまえば追加料金不要で海外でも使えるようになります。まず楽天モバイル側の設定から、楽天モバイルアプリを開いて契約プランメニューの中の海外ローミングをオンにして変更するをタップする。これで楽天モバイル側の設定は完了です。私はこの説明をするために一旦オフにしましたけれども、初期設定でオンになっている人が多いと思います。ですので実際のところはオンになっているかどうかを確認するだけですね。オフになってたらオンにしてあげてください。続いてスマートフォンでの設定をしていきます。スマートフォンの設定といっても国際データローミングをオンにするだけです。例えば iPhone の場合は設定画面のモバイル通信から楽天を選択してデータローミングをオンにするという流れになります。これで海外についてから自動的に現地のデータ通信が使えるようになるのです。よく海外についてからデータローミングをオンにするという文言を見かけるし、公式サイトでも国際ローミングは現地についてからオンにするとなっていますが、私は日本にいる時点ですでにデータローミングはオンにしておいて問題ないと思っています。日本にいる限りは海外の電波をつかむようなことはありませんし、万が一海外の電波をつかんでしまったとしても楽天モバイルでは追加料金が発生することはありえませんからね。日本にいるうち出国前なら気持ちにも余裕があるので、空港に着いたらデータローミングの確認をするって覚えておけばいいんじゃないかなと。で、海外に着いたらどうするのかという話なんですけれども、楽天モバイルは国際ローミング対応なので、海外に到着してからは特に何も設定をする必要はありません。具体的な流れとしては、飛行機に乗ったらスマホの機内モードをオンにしますよね。数時間のフライトを終えて、現地に着いたら機内モードをオフにするだけ。楽天モバイルが自動的に現地の電波を掴んでくれます。この時はシンガポールなのでアンテナピクト表記はスターハブになっています。現地でローミング開始と同時に楽天からの SMS メッセージも届きます。この辺は他社の国際ローミングと同じですね。楽天モバイルもアハモも海外ローミング開始しましたよっていうお知らせが届くわけです。一通り海外を満喫したら、あとは日本に帰るだけ。日本帰国後も日本到着後にスマホの電源を入れれば、今まで通り自動的に楽天回線が使えるようになります。公式サイトでは帰国後に楽天モバイルにて海外ローミングをオフにすることを推奨していますが、私は海外ローミングはオンのままで何ら問題ないと思っています。そもそも初期設定でオンになってましたからね。繰り返しますが、日本国内では海外の電波を受信することは通常ありえませんし、楽天モバイルは月額料金に海外データ通信も含むわけで、オンにしておいたからといって余計な請求が来ちゃうってこともないわけです。
別にオフにしてもいいんですけれども、オンのままならまた海外に行く時に再度オンにする手間もないわけで、ただただオフにするのが面倒って話ですね。はい、続いて楽天モバイルを海外で使った時の通信速度について、国際ローミングゆえに速度の遅さやエリアの狭さを懸念していましたが、日本で使うのと全く同じように使えるし、むしろ快適に使えることも多かったです。この時はシンガポールですが、まずホテルに着いた時点で非常に通信速度が速かったです。左からドコモ、楽天、現地のプリペイド SIM、アジアのローミング SIM になります。楽天モバイルは月額料金が安いんですけど、他社の国際ローミングと全く変わらないってこと。通信速度はどれも爆速で、現地のプリペイド SIM だけオート速度がちょっと速かったですね。ただ使ってる感じは本当どれもサクサクなんで違いわからないです。セントーサ島に滞在しながらマリーナベイ周辺も行きましたけれども、50Mbps 前後で使えることが多かったです。早い時は 100Mbps を超える速度も出ていました。これアハモなんですけれども、楽天モバイルも同じぐらいの速度出ていました。国際ローミングって基本的にはローミング先の SIM に回線速度も左右されるので、アハモも楽天モバイルもローミング先が一緒なら回線速度も同じになると思っています。もちろん旅行先の国によっても通信環境は全然異なるので、例えばこちらはハワイですね。アハモも楽天モバイルも 20Mbps ぐらいは出ていました。私がハワイに行ったのは1年前ぐらいだったんで、まだ AT&T とベライゾンしか使えなかったんですよね。それが今では T モバイルの回線も使えるようになっちゃってるので、ハワイで楽天モバイルが使えないってことはまずないでしょう。いずれにせよ日本人が好んで行くような観光地では複数の回線が使えることも多いです。楽天モバイルも国際ローミングで 5G 回線対応し始めてますからね。国際ローミングだからといって心配するようなことは何もないと感じました。はい、続いて楽天モバイルが万が一海外で繋がらなくなった時の対処法について。海外ローミングでは現地のパートナー回線が決まっているので、パートナー回線以外に繋がってしまうと繋がらなくなってしまうことがあります。これは楽天モバイルに限らず国際ローミングではよくあるトラブル。本来つながるべき回線につながってないわけで、これを修正してあげる必要があるわけです。もちろんアハモがつながらない場合も同じですので、アハモの設定画面で説明させていただきます。スマホの設定アプリのモバイル通信より国際ローミングを使っている SIM をタップしてください。SIM 情報画面のネットワーク選択をタップすることで接続先を変更できます。初期設定では自動になっているんですけれども、この自動をオフにすることで現地のネットワークがずらっと表示されます。楽天モバイルのサポートページには渡航先ごとにローミング先の回線も明記されてますので、そちらにつなげばつながるようになります。実際のところローミング SIM ってこの接続先が決まってるようで決まってない SIM も多いので、いろいろ試してみるしかないっていうのもあると思います。例えばこれ3つとも同じデータローミング使ってるんですけれども、さっきは同じ通信速度だったのに接続先変えたら通信速度にも差が出てくるんですよね。同じ国でも場所が違えば電波強度は全然違いますし、結局のところ通信速度って接続先の回線に大きく左右されるので、回線速度が遅いなと感じた場合も接続先を変えてみることをお勧めします。はい、ここからは楽天モバイルを実際に海外で使って気づいたことについて、まずはメリットから。何はともあれ楽天モバイルの料金が安いです。楽天モバイルは使えば使うほどに高額になる重量制プランなのですが、月間 3GB までは月額1078円であり、この料金の中に海外データ通信 2GB も含まれているのです。海外のプリペイド SIM と比べても安いですし、複数の国で使えるローミング SIM としては圧倒的な安さも誇るのです。日本の大手携帯キャリアのローミング費用と比べれば一目瞭然。例えばドコモ、エクシモ、イルモの世界ギガし放題は1日あたり2980円。国内のデータ量を海外でも使えるようにするオプション。世界そのままギガは1時間200円、1日あたり980円。ソフトバンク Y モバイル LINE モでは海外パケットし放題が1日2980円。海外安心定額が24時間980円で最大 3GB まで。72時間2940円で最大 9GB まで。au と UQ モバイルの世界データ定額はエリア限定事前予約して1日あたり490円。事前予約しない場合は1日あたり980円。ほぼでも海外ローミング対応となりましたけれども、3日間で1480円、5日間で2880円もするのです。海外 Wi-Fi レンタルも1日 300MB で1000円が相場。複数の国で使う場合は1日あたり2000円くらいは取られてしまいます。
ライバルのアハモは海外で 20GB も使えるとはいえ、月額2970円とちょっと高いですし、最大15日間の制限もありますからね。その点、楽天モバイルでは海外での利用日数に制限がなく、毎月 2GB までなら月額1078円で使えるというもの。他社の国際ローミングでは日数ベースで料金が決まっており、海外滞在日数が増えるほどに料金も倍々に増えていく仕組み。有効期限で比較してみれば、いかに楽天モバイルが格安かってのもわかるんじゃないかなと。もちろん、プリペイド SIM なら1週間以上使えて1000円未満に抑えられる SIM っていうのは探せばあるんですけれども、そもそも楽天モバイルは国際ローミングが使える国内の月額プランですからね。Wi-Fi レンタルやプリペイド SIM のように日本でのモバイル通信料金に追加して費用も払う必要ないし、日本の電話番号もそのまま世界中の国々で使えるのです。SIM の交換も不要だし、設定方法も簡単だし、本当データローミングをオンにするだけ。プリペイド SIM ってスマホの設定結構面倒なんですよね。海外旅行での貴重な時間も使ってしまうし、やることを抱えたまま旅に出るのも結構ストレス。データローミングができる月額プランとプリペイド SIM を料金で比較するってことがナンセンスなんですけれども、楽天モバイルなら同じ価格でデータローミングまで使えてしまうわけで、だったらわざわざプリペイド SIM を選ばないんですよね。はい、続いてのメリット。楽天モバイルは海外で 2GB 以上使う場合も非常に安いです。海外で 2GB を使い切ってしまった場合でも、最大 128kbps で使い続けることができますし、格安な料金でデータチャージも可能なのです。海外データチャージ料金は 1GB あたり500円。しかも有効期限はチャージした日から31日間と非常に長いのです。プリペイド SIM って期間が長くなるほど高額になるわけで、31日間も使えて 1GB あたり500円って見たことない料金です。しかも世界中で使えるローミング SIM ですからね。国際ローミングでは格安なポボだって 1GB あたり1480円もするし、有効期限はたったの3日間ですからね。それに対して楽天モバイルは 1GB あたり500円で有効期限は31日間。しかもこれ非課税なのです。あと、楽天モバイルでは無駄に容量を買いすぎなくていいっていう仕組みも素晴らしいと思いました。データ容量を使い切っても低速で使い続けられるわけで、なくなってからデータも購入すればいいわけです。楽天モバイルアプリからデータチャージも簡単にできるし、実際のところデータ容量が少なくなると、SMS でメッセージも届くので、うっかり使い切ってしまうっていうこともありません。海外旅行って不安ゆえにデータも多く用意しがちなんですけれども、そういった万が一の保険料みたいなものを事前に払わなくていいことで、だいぶ費用も抑えられるんじゃないかなと思っています。はい、続いてのメリット。楽天モバイルには専用のコミュニケーションアプリ楽天リンクがあるので、日本への国際電話を無料でかけることが可能です。楽天リンクって無料で国内通話かけ放題のアプリ。それが海外にいても同じように使えるってこと。海外旅行中って日本から電話かかってくることもありますし、日本へ電話をかけ直さなければいけないことも少なからずあるわけで、そういった日本とのやり取りが楽天リンクのおかげで全て無料になるっていうのが素晴らしいです。私、今までは国際電話用に IP 電話を必ず用意してたんですけれども、楽天リンクなら一つのアプリ、一つの電話番号でそのまま折り返し電話もかけれるし、日本へ折り返す場合は完全に無料ですからね。日本だけでなく、渡航先で現地の電話番号にかける場合も、IP 電話と同じく料金は非常に格安です。例えばアメリカは30秒あたり34円。アジア圏も100円未満でかけれるところが多く、シンガポールは30秒68円。レストランとかホテルとか、病院とかですね。どうしても現地の電話番号にかけなきゃいけない場合も、国際電話料金に怯えずかけれる安心感もあると思います。あと、楽天モバイルには月額980円の国際通話かけ放題というオプションもあるので、現地の電話番号にかけることが多いなら、こちらに加入することで費用も抑えられます。国際通話かけ放題って、日本から海外の通話だけでなく、海外から海外の通話もかけ放題になるので、海外渡航中にも使えるわけです。国際電話かけ放題で月額980円は安いですよね。海外に行かない人でも使ってる人は多いんじゃないでしょうか。はい、ここからは楽天モバイルを使って気づいた注意点とデメリットについて。まず厄介なのが楽天リンクです。楽天リンクは RCS 規格を採用した次世代のコミュニケーションアプリなのですが、現状は発展途上ゆえに落とし穴が多いです。
例えば2023年10月現在では iPhone は海外で楽天リンクアプリで電話を受けることができません。電話がかかってきた場合、iOS 標準の電話アプリで着信となってしまうので、電話に出てしまうと国際電話料金が発生してしまいます。国際電話って転送電話のような仕組みなので、日本からの転送にかかる通話料は着信する側が負担しなければならないってこと。これは楽天モバイルに限らずどこの携帯キャリアでも一緒。かけてくる相手は日本の電話番号にかけてるだけなので、着信を受ける側が負担するのは必然。だから国際電話は着信料金も高額になるというわけです。勘違いしやすいポイントとして、海外でも SMS 受信は無料です。これは楽天リンクアプリを使わずとも無料ってこと。ただ iPhone では楽天リンクで SMS 送受信できないんですよ。iPhone で楽天リンクがちゃんと使えるのは電話をかけるということだけ、日本に無料で通話をするために使うべきなのです。あと、海外での楽天リンク発信は非通知になる可能性が高いので気をつけてください。国際ローミングって現地の回線を使う機能であり、楽天リンクは楽天モバイル回線を使っている時に番号を通知できるサービスですからね。日本でも楽天の電波を掴んでないと非通知発信になるのはご存知の通り。Wi-Fi 接続だけではダメだし、デュアル SIM で使う時も楽天がサブ SIM になっている場合は非通知になったりもするのです。こういった様々な例外を理解してちゃんと使うのはちょっと無理があるし、結局のところデータ通信を使った音声通話なので、基本的な仕組みも IP 電話と変わらないんですよね。自分がどこにいようとも日本からかける料金になるわけで、受ける時だけちょっと注意が必要。じゃあ実際のところどうするかって言ったら、海外で携帯電話に着信があった場合は、電話に出ずに楽天リンクで折り返すというのが賢い方法です。かけ直す場合は iPhone も Android も楽天リンクが使えるわけで、不在着信にして折り返せばいいんです。いずれにせよ、よくわからないなら使わない方がいいですし、いわゆる電話というのは使わないに越したことがないとも思っています。今の時代、海外旅行において、海外の電話番号にかけることってほとんどありませんからね。例えば LINE を含む SNS ってお互いデータ通信なので、インターネット環境さえあれば世界中どこへ行っても無料で使えるし、レストランやタクシーもスマホアプリだけで済んでしまいます。タクシー予約なら Uber や Lyft、アジア圏なら Grab で主要国はカバーできてしまいますし、レストラン予約はオープンテーブル、ヨーロッパならザ・フォークもあるし、予約アプリを使わずとも公式サイトで予約できるところも多いですからね。電話予約って結局のところ口約束。言葉も常識も異なる海外ではオンライン予約の方が安心だとも感じています。はい、続いてのデメリット。楽天モバイルは月額1078円の料金で海外で 2GB 使えると言いましたが、これは月間のデータ使用量が 3GB 未満の話です。楽天モバイルは月間の使用量に応じて料金が変わる重量制プラン。このデータ量のカウントは海外と国内で共有となっているのです。海外で 2GB を使った場合に国内で 1GB を使ってしまうと合計 3GB を超えるから月額料金は1078円から月額2178円になっちゃうのです。まあ当たり前っちゃ当たり前の話なんですけど、私は最低料金で抑えてたつもりがうっかり 3GB を超えることもあったので気をつけてください。日本で国際ローミングの準備をする都合をうっかり 1GB 以上使ってしまうことも多いわけです。日本出発前に調べ物しながら空港に向かってるとあっという間に 1GB も超えてしまうんですよね。特にテザリングとか動画再生には注意です。ただ勘違いしてはいけないのは、楽天モバイルで追加購入した海外データチャージ容量は月間使用量にカウントされません。海外でしか使わないなら月間プランのデータ量は 2GB を超えないわけで、追加チャージした料金だけ加算されていくのです。例えば海外で 3GB 使うつもりなら月間プランの 2GB に 1GB 追加で500円となるので、月間1078円プラス500円の1578円になる。海外 4GB ならプラス1000円の2078円。海外 5GB ならプラス1500円の2578円となるわけです。ちなみに海外のデータ通信使用量は国内と同じく月間データ利用量でカウントされますが、下の方にあるパートナー回線で別に確認することが可能です。また、海外利用時の高速通信をオフにすれば、月間データ量を使わずに海外で低速データ通信も使うこともできるのです。まあせっかくの海外旅行なんで低速通信で不便な思いをするくらいなら、私はお金を払って高速通信を使いますけどね。はい、続いてのデメリット。楽天モバイルは海外ローミング対象の国が他社のプランに比べて少ないです。
2023年10月時点で楽天モバイルは71の国と地域で使えますが、アハモとポボが90以上の国と地域ですからね。具体的にアハモが対応していて、楽天モバイルが対応してない国は、アラスカ、ブルネイ、ラオス、バングラディッシュ、サンマリノ、バチカン、モナコ、プエルトリコ、チリ、エクアドル、レソト、オマーン、イスラエル、サウジアラビアあたりになるのかなと。中東南米アフリカ方面が弱いというのはアハモも同じなんですけれども、楽天モバイルではそのエリアでさらに使える国々が少なくなっている印象です。ただ逆を言えば日本人が好んでいくような場所は楽天モバイルでも一通り対応できるということ。先進国やメジャーな観光地ならまず使えると思って間違いないですね。楽天モバイルのローミング先も年々増えてますし、海外に行く予定があるならまず公式サイトでチェックすることをお勧めします。はい、ここからは海外利用におけるアハモと楽天モバイルの違いについて。同じ国際ローミング込みの月額プランということで、比較されがちな楽天モバイルとアハモですが、実際使ってみるとその使用感はだいぶ違うと感じました。そもそもの話、アハモも楽天モバイルも国内利用が前提の SIM。主に使うのは今住んでいる日本だということ。国内で不自由なく使えることが何よりも重要であり、国内でのつながりやすさなら楽天と au 回線が使える楽天モバイルの方がいい。というよりもドコモ回線が以前よりつながらなくなっています。アハモを含むドコモ回線って最近は通信品質が悪くなっており、電波をつかむものの意味不明に遅くなったり切断されることが多いです。音楽ストリーミングは止まるし、ウェブの画像が表示されないこともしばしば。なんか調子悪いなって薄々感じてる人は私だけでもないと思ってる。そんな中、私は海外目的で楽天モバイルも使うようになったのですが、国内でアハモを使っている時より明らかに通信品質は改善したんですよね。音楽や Kindle を事前にダウンロードしなくてよくなったし、PayPay 等の QR コード決済アプリもスムーズに表示されるようになる。通信の不具合がないだけで生活の質もだいぶ向上したと感じてます。もちろん私のエリアがたまたま繋がらないというのもあるのでしょうが、少なくとも私の生活圏では楽天モバイルの方が繋がるようになっちゃってるわけで、ドコモならどこでも繋がるっていうドコモ神話はすでに崩れているのです。いや、私もね、ドコモ回線はずっと使ってきてますし、今も格安 SIM で使ってるんですけれども、さすがにちょっと繋がらないってなっちゃうと困っちゃうんですよ。データ量や料金の話だって繋がらなければ全部意味ない話ですからね。はい、続いての違いは料金です。アハモも楽天モバイルも日本で使うことを想定した月額プラン。月額料金という毎月の維持費を考えると楽天モバイルの方が圧倒的に安いです。アハモは 20GB で月額2970円。100GB の大盛りが月額4950円。楽天モバイルは 3GB まで1078円であり、20GB までは月額2178円。無制限で月額3278円ですからね。月間 3GB までならアハモの3分の1。その差額は1892円。月間 20GB までならアハモとの差額792円。月間 20GB を超えるならアハモとの差額1672円。プリペイド SIM とは違って契約し続けるのが前提なわけで、月額料金の違いは思った以上に負担も大きく、その塵も積もるのです。例えば楽天モバイルを月額2178円の 20GB のプランと想定すると、海外で 4GB 以上使う場合は楽天モバイルの方が高額になるんです。ただ、これって海外旅行に行く時だけ料金が上がるだけですからね。むしろ海外で 4GB 使ってもプラス1000円で済むわけで、そもそも毎月海外に行くわけではないですし、海外で 20GB も必要な人だって限られるのです。実際のところ 2GB のデータ容量があれば1週間程度の海外旅行は足りてしまいます。参考までに海外 Wi-Fi の通常プランが1日あたり 300MB なので、1週間あたり 2GB が一つの目安。これは1ヶ月換算すると月間 10GB くらいのペースです。私が5日間シンガポールに行った時は 2GB で余りましたし、7日間のハワイ滞在ではテザリングで PC も使って 5GB くらい。同行した私の家族は1人 2GB も使ってませんでした。旅行中に一番使うのって検索アプリと地図アプリ、あとはいつも通りの SNS ですね。観光地やレストラン情報を調べたり、そこまでの経路を調べるのが主な用途。意外と容量を食うのが Google マップですね。動画が一番データ容量を使うので、動画再生しないに越したことはないし、動画を見たいなら事前ダウンロードは必須です。いずれにせよ、日本で1日あたりどれぐらい使ってるのか、日本でのデータ量を把握していれば、海外で必要となるデータ量も大体推測できるはずです。
楽天モバイルアプリなら1日あたりの使用量も確認できますからね。私の場合、どちらかというと海外に行くまでの間、日本の空港ですんごい使います。電車や空港で海外旅行の準備をする。Google マップや動画、電子書籍をダウンロードしまくったり、パソコン使って現地の情報を調べたりとかですね。日本で楽天モバイル使っちゃったら月額料金上がっちゃうのは先ほど申し上げた通り。ですので私はポポのデータ使い放題も活用しています。24時間データ使い放題は330円。モバイルルーターに挿して使えば家族も一緒に使いまくれるし、みんなの月額料金も抑えられるという作戦です。私みたいに普段使わずに出かける時だけすごい使うっていう人は、大容量プランよりもポポの使い放題を出かける時だけトッピングする方が安くできるとも思っています。はい、続いての違いは海外での利用日数です。アハモは15日以上の海外利用は不可能ですが、楽天モバイルには海外利用日数の制限がありません。毎月付与される海外データ通信の有効期限は当月末までですが、翌月1日にはまた付与されるわけで実質無期限というわけです。よって海外に長く滞在する可能性があるなら、楽天モバイルにしておいた方がいいってこと。2GB を1ヶ月間も使えて月額1078円って非常に安いですし、1GB あたり500円でチャージも可能ですからね。しかもその有効期限は購入日から31日間。容量を超えてもチャージ料金さえ払えば使えなくなることはないし、結局のところ 1GB あたり500円というチャージ料金が安いのです。また楽天モバイルは海外滞在中も毎月データ容量がリセットされるので、月末から翌月にかけて月をまたいで海外滞在する場合は最大 4GB まで追加料金不要で使えるようになります。そして楽天リンクで日本への電話も無料で使えてしまう。海外長期滞在の予備 SIM としても非常に優秀なのです。一方アハモは海外で 20GB 使えると言っても最大15日の制限がありますからね。海外で 20GB 使えるってことは大して重要ではないってこと。追加料金を払っても利用期間を延ばすことはできず、日本へ帰国して日本で通信しない限りは制限解除もできないのです。海外旅行ってその都度滞在日数は前後するし、フライトの都合で伸びることもあったりもする。いろいろと予測できないのも海外であり、万が一の時にどう頑張っても使えなくなるって困るとも思いました。はい。続いて違いを感じたのがサービスの使い勝手です。楽天モバイルは楽天グループのサービスだけあって、ユーザービリティに優れています。欲しい情報もヘルプページを調べれば出てくるし、ユーザーインターフェースもわかりやすい。楽天モバイルアプリの使い勝手も良く、楽天モバイルアプリだけで全ての手続きが完結する仕組みもある。例えば今回の海外利用時では楽天モバイルでは国際ローミングの方法も具体的に記載されているし、滞在国ごとにローミング先の回線まで明記されていました。海外で利用となるとデュアル SIM で使う人も多いはず。eSIM から物理 SIM の切り替えも無料だし、eSIM も楽天モバイルアプリから即日発行できるようになっているのです。海外データチャージも簡単であり、国内データ量とは別に海外データ量の確認もできる。楽天モバイルアプリだけ使えばいいというのも分かりやすかったです。一方、アハモではアハモアプリでできることが限られています。アプリでできるのはデータ量の確認や料金の確認、あとはちょっとした手続きぐらい。海外データ量の確認も日本のデータ量と区別してできないし、手続きは結局のところ D アカウントです。eSIM から物理 SIM に戻す場合もどこもオンラインショップでの手続きが必要。しかも有料で1100円発生しますからね。また、アハモで eSIM を使っちゃうと、スマホが故障した時にも困ります。eSIM デバイスを紛失した場合は、ドコモショップに行かなきゃダメっていうルール。eSIM を再発行すればいいだけなんじゃないのという話は置いといて、オンライン専用プランなのに、オンラインで完結する仕組みが仕上がってないのが痛いんですよね。実際、アハモを解約する際にも本人認証がうまくいかず四苦八苦。D アカウント設定アプリの生体認証も厄介だったし、なんか電話連絡しろとか、チャットで相談しろとか、いろいろ2点3点して結局複雑。マジで複雑すぎました。複雑すぎてその複雑さを説明するのも難しいし、これ解約させないために意図的にやってるんじゃないかって思っちゃってる自分も悲しいですよね。まあアハモに限らずドコモ系サービスで全般に分かりづらくって、イルモとかエクシモなんてその最たるプランですよね。D アカウントを使わないに越したこともないと感じている人は多いはず。日本の政府だって通信自由化を促しており、利用者が乗り換えやすい仕組みもできているはずなのに、いやはやどうしてこうなったんでしょう。まあサービスが悪ければ気軽に乗り換えて良いという時代なわけで、より簡単に解約できるのは間違いなく楽天モバイルなのでした。
はい、最後にまとめです。楽天モバイルって海外で2ギガしか使えないって勘違いしていたのですけど、2GB 以上使う場合も格安だったってこと。格安なのにアハモと同じように簡単に海外でデータ通信も使えますからね。日本のスマホが世界中の国々でそのまま使えてテザリングまで使えるのに、プリペイド SIM や海外 Wi-Fi に比べて安いのです。同じ国際ローミングのアハモと比べると、アハモの方がデータ量も多く、海外利用国も多いのですが、実際使ってみると楽天モバイルの方が融通きくと感じています。楽天モバイルが優れているのは、毎月の維持費が安いこと、海外利用日数制限がないこと、海外も 1GB500 円でデータチャージできること、楽天リンクで国際電話が無料なことですね。いずれにせよ国際ローミングが使えるプランとしてはどちらも非常に格安なので、重要となるのが国内の通信品質。楽天モバイルが安いと言っても、結局のところ国内で繋がらなければ意味がありませんからね。逆を言えば、ドコモ回線に少しでも疑問を感じているなら、楽天モバイルも試してみるべきなんじゃないかなと。キャリアの乗り換えを簡単にする MNP ワンストップもすでに始まってるし、万歩手数料無料も今や当たり前。他社に移行する手間もリスクもほぼなくなっているわけで、時代に合わせてプランを切り替えられるようになることが何よりも安上がりなんだとも思っています。私だって去年までは海外ではアハモが最強だと言っていましたし、現在ではそのアハモに比べて楽天モバイルがいいと言っちゃってるわけで、通信環境も人の気持ちも簡単に変わっちゃうんですよね。というわけで今回はこの辺でおしまい。